こんにちは。今週の下味冷凍は新生活を始める方にぴったりの時短で簡単美味しい帰宅50分で食べられる献立。彼も家族も胃袋つかまれること間違いなし。メイン7品ともう1品欲しい時のおつまみ6品で必見です。ラベリングでメニューを書いたらバリラに袋をセット。ラベルを置いて食材順で紹介していきます。それでは行きましょう。今週は新生活に合う美味しいものを献立。鶏肉はタンパク質とビタミン B やミネラルで免疫力強化ができます。余分なところをカットしたら一口大の大きさにカットして詰めていきましょう。あとは調味料だけです。すりごま大さじ2、醤油、みりん、お酒、お砂糖大さじ1ずつ、にんにくチューブ大さじ1弱、生姜チューブ1センチ入れたら完成です。空気を抜いてお肉が大きめなので揉み込んで冷凍庫に保管します。解凍はレンジで解凍しました。はじめは弱めの中火で蓋をする。片面裏返してここから中火で蒸す。すりごまの香りがやばいです。煮汁が出てきたら混ぜて絡めたら完成。香りがよくって優しい味わいで美味しかったです。手羽は食べやすくするために骨の軟骨部分に切り込みを入れます。上部の上の骨の間に切り込みを軽く入れてください。この工程は飛ばしてそのまま入れてもいいです。袋に詰めていきましょう。長ネギや甘みのある白い部分を斜めにカットしたら、香りが引き立つ青い部分はぶつ切りで2センチぐらいの大きさに切る。これも袋に詰めていきましょう。冷凍していたニンニクスライス1かけら、酒大さじ2、ごま油大さじ2入れたら溢れないよう 400ml お水を入れていきます。これで完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管します。大さじ2のお米を研いでその上に水で解凍したサムゲタンを入れて炊飯ボタン早炊きするだけで完成。お肉がホロホロで優しい味、あるだけでとっても助かります。豚肉はビタミン B1 で疲労回復に。筋に 4,5 箇所切り込み入れたらあとは袋に詰めるだけ。パンチが欲しい時は塩コショウ少し振ってください。醤油、酒、砂糖、オイスターソースすべて大さじ 1.5 ずつ。にんにくチューブ大さじ1と生姜チューブ 1,2 センチ入れたら完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管します。解凍は水で解凍しました。フライパンにお肉だけ乗せてタレは入れずに弱めの中火で蓋をします。片面焼けたら裏返して余分な汚れを拭き取りして反対側も焼く。タレをかけてタレが煮立ったら完成です。しみしみでめちゃくちゃ美味しかったです。豚肉の臭みが気になる方は買うときにドリップが極力少ないものを選ぶ。これをおすすめします。では玉ねぎを薄切りにカットしたら豚肉を詰めていく。切れている豚バラなのでこのまま入れちゃいます。なんとなく交互に入れていますが順番はどちらでも OK です。酒大さじ2、砂糖と醤油大さじ1、オイスターソース大さじ1/2、お酢大さじ1/2入れたら完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍は水で解凍しました。火は弱めの中火で蓋をする。ふつふつしたらひっくり返してまた蓋をして両面火が通ったら最後は中火に。つゆとなじませたら完成です。卵黄を乗せても美味しいです。デミグラスの味付けなのでパスタにしてもロコモコやラザニア、グラタンなどにしても何でも使えます。ひき肉を詰めたら調味料。酒大さじ2、醤油と中濃ソース大さじ1ずつ、ケチャップ大さじ3、お砂糖大さじ1、これを入れたら完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍はレンジで解凍しました。火は弱めの中火で蓋をする。少し混ぜて程よくそぼろを残して蓋をして煮込む。これはラザニアやピザに乗せても食べても美味しいデミグラス味なので万能です。ぐつぐつ煮立ったら1分早く揚げたパスタを乗せて混ぜて完成です。プルコギピザと一緒に食べました。美味しかったです。さっき切った玉ねぎの残りをブンブンチョッパーでみじん切りにしていきます。そしたらひき肉を入れていきましょう。玉ねぎと1分レンチンして水切りした木綿豆腐をかさ増しに入れていきます。下からかき混ぜるように混ぜたらあとは調味料だけ。
醤油大さじ1、酒小さじ1、生姜チューブ小さじ1/2、片栗粉大さじ4。時短のためタレも作っておきます。酒と醤油大さじ 1.5、 みりん大さじ2、砂糖大さじ 1.5 入れたら完成です。袋を閉めたらよくこねていきます。つくねとタレを一緒に挟んで冷凍庫に保管していきます。レンジで解凍しました。袋の端をカットして油を塗ったフライパンに出して形を整える。火は弱めの中火で蓋をする。途中ひっくり返して蓋をして両面焼けたらタレを入れてごく弱火で煮詰めます。あとはタレが焦げないように見守りながら絡めるだけ。これで完成です。味さえ良ければよしです。美味しかったです。エビは臭み抜きに片栗粉を振って揉み込みする。身が崩れやすいので優しめに5分から10分置いて洗い流したらカットしていきます。枝豆ぐらいの大きさにカットしたら詰めていく。はんぺんをちぎって入れます。あとは下からかき出す感じで混ぜていく。卵1個、塩コショウ少々、片栗粉大さじ3、これで完成です。空気を抜いてよく揉み込んで、卵とはんぺんが混ざったら冷凍庫に保管していきます。解凍は水で解凍しました。お好みの大きさに丸めてパン粉にまぶす。卵が入っているのでパン粉もくっつきやすいです。170度の油に投入して揚げていきます。火は弱めの中火できつね色になったら裏返して油を切って揚げたら完成。これ本当に美味しいです。マヨネーズ、ケチャップ、中濃ソース大さじ1ずつでオーロラソースができます。自分と息子の胃袋つかまれました。絶対作ってみてください。炊き込みご飯は調理の時にほったらかしでできるので下味冷凍にしてみました。人参を短冊切りに切ったらあさりは今回2パック。人参とあさり、揚げは味噌汁用の揚げを入れます。入れたらあとは調味料だけ。酒、醤油、みりん大さじ2ずつ。ここにめんつゆも大さじ2加えたら完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍は水で解凍しました。具材と調味料はそのまま入れて軽く混ぜたら白米 2.3 合分まで水を入れます。あとは早炊きで炊くだけ。釜飯の味わいでめちゃくちゃ美味しかったです。あと一品欲しい時のおつまみレシピはリピートしている山芋の鉄板。山芋を輪切りにして4等分にカットして袋に詰める。具材はベーコンを入れると香りが増して美味しいです。細く切ってコーン缶半分と一緒に詰めたらあとは調味料です。コンソメは切らしてしまってキューブですが、顆粒を大さじ1弱入れたら封をして麺棒を叩いてちょっと粒が残る程度で完成です。あとは冷凍庫で保管します。解凍はレンジで解凍しました。卵焼きフライパンに油を敷いて流し入れたら蓋をして弱めの中火で火を通していきます。ひっくり返しの技術はないのでお皿でひっくり返してお好みでチーズや鰹節をまぶして裏も焼いたら完成です。安定のふわふわ感と美味しさでした。鮭明太も前に作ったことがありますが下味冷凍にしてみました。鮭は刺身用をよく使いますが刺身用以外だったら甘口を使うと美味しいです。明太子とサーモンをカットしたら袋に詰めていく。酒大さじ2、めんつゆ小さじ1、牛乳大さじ2。辛みを残したい方は牛乳なしでいいです。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍は水で解凍しました。火は弱めの中火で蓋をする。片面に火が通ったら裏返して両面を蒸し焼きにします。鮭の身をほぐして水分が蒸発したら完成です。このぐらいがちょうどいいです。ご飯やうどんにもよく合います。鶏皮は1パック150円ぐらいでイオンや西友に置いているので節約ができます。醤油とみりん、鶏ガラスープの素大さじ1、酒大さじ 1.5、にんにくチューブ大さじ1弱、これで完成。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍は水で解凍しました。片栗粉大さじ5から6入れてシェイクします。180度の油で揚げていきましょう。
途中くっつかないようにひっくり返してきつね色になったら完成。レモン汁や塩をかけて箸が止まりませんでした。息子が大好きな鶏皮ポン酢、湯がけば2品完成するので湯がいていきます。鶏皮をお湯に入れて 4,5 分沸騰させてアクを取ったら鶏皮を出していきます。熱いので注意しながら薄めにカットするだけ。詰めたら調味料です。ポン酢大さじ2、お酢小さじ2、醤油小さじ1、ごま油大さじ 1.5、白ごま大さじ3、これで完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍せず使いたい分だけチンして食べられます。レンチンは500ワットで1分半、少し冷まして食べると美味しいです。速攻なくなります。湯がいたスープは残して味付けすれば美味しいスープに変身します。鶏ガラスープの素大さじ 1.5、 塩小さじ1強、ごま油大さじ1、沸騰させたら完成です。鶏皮買った時は必ず作ります。外食を控えたいけど美味しいものを食べたい時に取り寄せグルメを注文します。奇跡のマグロって食べたことありますか？一口食べたら口の中で甘い旨味が広がってとろけるすき身、ネギトロにして海苔をかけてこのままでもご飯と一緒に食べても美味しいです。美味しすぎて感動。また絶対頼みます。まな板、何度も洗うの面倒なのでまな板シートをよく使うんですが、ロールタイプだと折り込みを入れてもこの巻きがプチストレスで、まな板に置いても切ってもファサファサ。安さ重視よりストレスフリーを選びました。切れてるまな板シート、置いてもふさふさしなくてストレートだから切りやすさ抜群。薄いから収納にも便利で、すでに 5,6 回リピートしているアイテムです。こちらも安定の使いやすさ、野菜の水滴や拭き取りはもちろん、使った後生地が厚くてしっかりしているからキッチン周りの拭きにもいろんなところの掃除ができるので毎回ニトリでリピートしています。オリーブオイルに使ってて傾けるとちょうどいい油が出てくるのと、油が足りないからとってもおすすめです。 500ml をリピ買いしました。コメントでよく質問いただくランキングNo.1なバリエラ、私の動画で 100% 登場します。ちょうど7個分の下味冷凍が引っ掛けられるので、食器掛け合わせて5個持っています。必需品です。フリーザーパックは M サイズが我が家には合っていてリピ買いしています。このデザインはデコホーム限定デザインで値段も変わらず可愛いので毎回このサイズを買っています。締め口が2つあるので漏れません。別でタレを入れる時用に使う SS サイズは手に収まるサイズ感で、お漬物とかにもちょうどよくリピ買いしています。頻度高い小鉢はビジュアル、大きさ、頻度20の使いやすさ、酢の物から副菜からちょっと一品にちょうどいいサイズです。重ねても小ぶりなので収納にも困りません。吉田窯さんの白鳥シリーズは超人気アイテムなんですが、レアな小物入れ、食いしん坊一家の我が家はお菓子を入れていますが、アクセサリーを入れたり調味料を入れたり何でも使えます。マーガレット好きな私は一目惚れ。フラットなボウルで万能に使えるお皿で、取っ手に一輪のマーガレットが施されていて可憐。春なので白い食器を使うと食卓が華やかに明るくなります。これもたっぷりマーガレットが施されつつも優しいホワイトですが、優しい黄色がワンポイント。食卓にあるとテンションが上がります。少しくぼみがあるのでちょっとした汁物にもいけます。何度も登場しているこのスープカップは大きい取っ手が上についているので、綺麗にどこの角度でもスタッキングできる優れもの。可愛さだけではなく持ちやすさも抜群で、鍋の時の取り皿にも、朝食のシリアルやスープ、鉢としても使える万能のカップで、色合いもデニム風で春だけではなく年中使えるスープカップです。今回のメニューは簡単で美味しいメイン7品と、あと1品欲しい時のおつまみでした。新生活を始める方、お子さんに仕送りをされる方、子育てやお仕事でお忙しい皆様のお役に立てればと、外さないメニューを献立してみました。最近感謝のコメントをいただく機会が多くて嬉しく思います。大変な時もあると思いますが、一緒に頑張りましょう。また皆様にお会いできますように。ご視聴ありがとうございました。